皆さん、こんにちは。今日は不動産投資の全体像を一つの物語として紐解きます。まずは、場所と価値の関係について考えてみましょう。不動産は他の資産と違って、すぐそこにある場所が収益に直接つながります。例えば、電車やバスの新線がよくある地域は、人気が高く、家賃や売買年が上がりやすいです。また、学校やショッピングモールが近いことも大事です。こうした要素は古典的なロケーション、セオリーという理論で説明されます。小さな範囲での休みが価値を大規模に変化させます。次に、価値評価の3本中をご紹介します。1番は販売比較アプローチです。これは隣の近くで取引された似たものの値段を指すって、対象、物質の市場価値を予想します。日価、条件、面積、築年数などを精細に管理して、最も近い例から価値を計算します。2番目はインカム、キャピタリゼーション、アプローチ、つまり NOI ベースの評価です。ここでは純営業益利、NOI をキャップレートで割って価値を求めます。キャップレートは市場が期待する利回りで、金利やリスクレンピアムによって変わります。3番目はコスト、アプローチです。土地の評価額に建物の再建築費を加えて、減価償却を差し引く金が評価基準になります。新築や特殊用途の物質では、この手法が有効です。評価が決まったら、次は資金調達の設計です。住宅ローンは LTV、LTV と DTI の2表で健全性を図ります。LTV が高いほど自己資金が少なくて済みますが、価格が下がる時のリスクも大きくなります。DTI は返済負担率を示し、一定以上になると融資が難しくなります。金利が上がるとモーゲージの返済が増えるので、キャッシュユフローを分析することが必要です。キャッシュユフローは家賃収入から運営費、税金、ローン返済を低い単身利益を言うものです。プラスであれば、投資派持続可能と言えます。金利と不動産価格の関係派長期的に反相関が見られます。金利が低下すれば貸し感が下がり、購入需要が高まり、価格が上がります。反に、金利が上がると需要が下げられ、価格は下がります。ただし、市場は金利変動の期待感にも敏感です。金利がそのままであっても、未来の低下期待が高まれば価格は上がります。そのため、金利動向だけでなく、期待インフレ率や政策金利の先行標準も見る必要があります。次に、土地利用規制と都市計画の視野です。ゾーニング派土地の用途を限定し、住宅密度や建蔽率を決めます。例えば、容積率が高い地区では高さいビルが建てられ、土地の価値が上がります。逆に、農地保護区域や環境保全地区では開発が制限され、価値上がりの余地が狭くなります。都市計画は公共交通やインフラ整備のロードマップを示し、未来の需要予測に直接つながります。新しい駅が開業すれば、その周辺の不動産はすぐに価値を上げることがよくあります。投資家は計画情報を早くつかむことで、先取り投資が可能です。不動産市場はサイクルを繰り返します。使用市場サイクルは家賃需要と供給のバランスで動き、投資市場サイクルは利回りと資金調達コストの関係で動きます。開発市場サイクルは建設許可と着工ペースが主源です。各サイクルは回復期、成長期、活熱期、収縮期の4段階を経て、次のサイクルへと移動します。活熱期に白出率が上がり、家賃が低昇します。この時にあまりにレバレッジを使うと、価格調整局面で大きな損失を受けるリスクがあります。逆に、回復期に適切な資金を投入すれば、価格上がりの影響を最大化できます。リスク管理の観点からは、モンテカロ法やシナリオ分析が有効です。金利上昇、規制強化、自然災害などの複数のシナリオを設定し、各シナリオ下でのキャッシュユフローとリターンを確率的に評価します。これにより、最悪ケースでも耐えられる資本構成を設計できます。また、
AI とビッグデータの組み合わせで需要予測の精度が上がっています。取引歴史だけでなく、SNS の投稿頻度や検索トレンド、交通ビッグデータを統合し、機械学習モデルがリアルタイムで需要スコアを算出します。ランダムフォレストやグラディエントブースティングを用いたリッチスコアリングは、駅距離や商業施設密度、学区評価などの定性的要素を数値化し、投資対象の順位付けを自動化します。さらに、LSTM という時間列予測モデルは金利や人口動態の変化を取り入れ、未来の価格帯を高精度で予測します。持続化の観点では、ESG 評価が投資判断に組み込まれつつあります。建物のエネルギー効率や CO、排出量、認証制度、リットや GRESB をスコア化し、AI が自動で評価します。高スコアの高い物質はグリーンローンやサステナビリティの対象となり、低金利で資金調達が可能です。スマートして E のインフラトレンズと連携すれば、IoT センサーがエネルギー使用量や環境データをリアルタイムで取得し、建物運営の最適化が図れます。これにより、運営コストの削減と同時に環境負荷の低減が実現します。次に、具体的な税務戦略です。日本の不動産取得時には取得税が課されますが、居住用住宅の場合は一定の控除が適用され、調整対象地域でも特例があります。取得税は取得価格の数%で計算され、登録免許税や印紙税も合わせて支払います。所有期間中は毎年固定資産税が課され、評価額は公示価格に基準します。公示価格が上がれば税負担も増えるので、評価下級請求や減額申請を適度に起こすことが重要です。総合不動産税は公示価格が一定額を超えると課税対象となり、複数所有者は累進税率が適用されます。譲渡期に波状と所得税が発生しますが、長期保有特別控除が適用され、保有年数が増えるほど控除率が上がります。例えば、5年保有であれば3割、10年保有であれば6割の控除が受けられます。また、居住要件を満たすと1世帯地域住宅の非付税枠が適用され、譲渡益がゼロになるケースもあります。これらの制度は頻繁に改正されるため、最新の法令情報を常にチェックし、税務専門家と連携してシミュレーションを行うことが成功の鍵です。実際のケーススタディとして、韓国の調整対象地域に位置するアパートを挙げます。取得価格が10億ウォン。取得税は 3% に教育税が 10% 付加され、合計で約3億円相当が必要です。所有期間中の固定資産税は公示価格の1000分の4程度で、年間約150万円の負担となります。譲渡期に5年保有で売買価格が15億ウォンになった場合、譲渡所得は4億7000万円程度です。長期保有特別控除が3割適用されると、課税標準は約3億3000万円となり、税率は 38% が適用されます。結果として譲渡所得税は約8900万円。地方税はその 10% で約900万円。合計で約9800万円の税負担となります。もし10年以上保有すれば、控除率は8割に上がり、税額は大幅に減少します。このように保有期間と居住要件の組み合わせが税負担を左右します。最後に、未来への展望です。AI とデータサイエンスは不動産投資の意思決定プロセスを根本から変化します。ビッグデータ統合により、取引歴史、検索トレンド、季節データ、交通流量をリアルタイムで解析し、需要の敏細な変化をつかむことが可能です。機械学習によるリスクシミュレーションは、自然災害や規制変更といった不確定要素を確率的に評価し、ポートフォリオ全体のリスク分散策を数値的根拠で提示します。さらに、ESG スコアと財務指標をマルチファクターで統合した投資的読度スコアを AI が算出し、シナリオ区別の期待リターンとリスク分布を解書化します。投資家はこのスコアとシナリオ区分析をもとに、購入、保有、売却のタイミングを最適化できます。まとめますと、成功する不動産投資は次の要素が絡み合っています。第一に、リッチの経済的価値を正確につかみ、
第2に、適切な評価手法で市場価値を算数し、第3に、LTEV と DTI を考慮した健全な資金調達構造を建築し、第4に、金利変動や市場サイクルを踏まえたタイミングでレバレッジを活用し、第5に、税務戦略とリスク管理を徹底し、最後に、AI と ESG を組み合わせた戦闘的な分析ツールで未来の不確性に備えることです。これらを体系的に実践すれば、変動の激しい市場でも安定した家賃フロートと持続可能なリターンを得ることができるでしょう。さて、ここまででリッチスコアリングや税務戦略、AI 活用の全体像をご紹介しましたが、実際の投資現場ではさらに細部にわたる検討が必要です。以下では、歴史的背景から最新の金融商品、そして地域別の制度作為まで、実務家が直面する具体的な課題とその解決策を掘り下げていきます。1、古典的立地理論の起源。19世紀末に提唱された中心業務地区無電は、首都が中心部に供給が集中し、距離が遠ざかるほど地価が変化すると関数で説明されました。このモデルは、生産革期の時代における工事立地選定に大きく寄与し、後の郊外住宅開発の指針となりました。2、日本独自の駅前再開発パターン。昭和30年代以降、鉄道会社が駅周辺の土地を取得し、商業施設と住宅を複合的に開発する手法が全国に広がりました。この手法は、駅距離と乗録者数を基礎にした駅価値指数を算数し、投資判権の根拠としました。特に、東京圏の山の千円線線では、駅価値指数が全国へ行きの20倍以上になるケースがたくさん報告されています。3、ポストバブル期の再評価。バブル期降枠後、地価価格は急落しましたが、同時に土地利用効率の概念が浸透しました。空き地を有効化するための土地活用権の導入や再開発事業における公的補助金の活用が進み、定価価格で取得した土地でも高価値化せが可能となったのです。25、高度金融商品とリスク管理、不動産担保不証券、不動産担保証券の構造。近年、住宅ローンをプールし、証券化して市場に流通させる仕組みが成熟しています。これらの証券は、原本返済の優先順位に応じて、第1位、第2位などの階層に分割され、投資家リスク輸用用途に合わせて選択します。地方の都市にある住宅ローンの集合に注目してみましょう。ここは金利が変動するリスクが低確、安定しているため、確定された収入をコツコツと得る場合にとても有効な選択肢です。次に、金利が上がる不安にどうビビるかというお話です。変動金利のローンを使っている場合、金利スワップという仕組みを利用します。これは簡単に言うと、支払う金利を固定のものに買い替える契約のことです。そうすることで、将来いくら返済しなければならないかがはっきりし、計画が立てやすくなります。最近の日本の金融機関ではこの仕組みが構築されており、個人の方でもオンラインで手軽に利用できるようになっています。また、貸し倒れのリスクを数字で測る方法もあります。過去にどれくらい返済が単だかという実績と、世界の経済状況を組み合わせた計算モデルを使います。例えば、失業率が上がった時に返済が止まる確率は、地域によって異なります。そのため、その土地ならではの特性をしっかり組み込むことが大事です。さて、ここからは人口の変化と地域ごとの需要について見ていきましょう。今の日本は超高齢社会です。65歳以上の人が住民の3割を超えるような地域では、段差のないバリアフリー住宅やサービス付き高齢者向け住宅のニーズが急増しています。こうした物件は普通の賃貸よりも家賃を 1.5 分解ほど高く設定できることがあり、投資としての利益が大極に上がります。一方で20代から30代の若い世代は家を持つことよりも自由に住み替えができる自由なスタイルを好むようになっています。そのためシェアハウスのような共同生活が高まっています。みんなで使うスペースを充実させ、
心地よいコミュニティを作れる設計にすることが、入居率を 95% 以上に保つための秘訣です。また、地方の空き家買い問題への対策も進んでいます。政府は空き家買いを有効に使うため、法律を変えて税金の優遇やリノベーションへの補助金を増やしました。これにより、地方の古い民家を改装して、観光客向けの宿や地域のブランドショップに変えるプロジェクトが増えてきています。次に、環境のリスクと持続可能な投資についてです。気候動変による豪雨や台風への対策が急がれています。気象庁の予測に基づいた新しい建築基準ができ、浸水の危険がある場所では、地下水の対策や防潮液の設置が義務付けられました。投資家は、あらかじめハザードマップを確認できるツールを使い、建物の寿命を延ばす設計を取り入れることで、資産価値が下がるのを防ぐことができます。また、環境や社会、ガバナンスという視野での評価も実務に取り入れられています。単に電気代を抑えるだけでなく、建材を作るときにどれだけ二酸化炭素を出したかまでチェックされる時代です。社会面では、部屋の空気の質を管理して住む人の健康を守ることや、地域への貢献度が評価されます。運営面では、情報を透明に公開し、第三者にチェックしてもらうことが求められています。こうした環境に優しいプロジェクトには、グリーンボンドという低金利で資産を集める仕組みが使われています。お金を出す方は、その資産が具体的にどう環境に役立ったかを数字で報告してもらうため、環境への影響を直接に判断できます。日本でも、地方自治体が主導して再生可能エネルギー施設を作るためにこの債券を発行し、成功例が増えてきています。視線を世界に広げて、国際な投資について考えてみましょう。アメリカの不動産投資信託、リートと比較すると、アメリカは取引が活発で、いろいろな物件に分散して投資しやすいのが特徴です。対して日本のリートは、税金の優遇は限られているものの、配金乗り回りが相対に高い傾向です。投資をする際は、為替の変動や税金の仕組みの違いを考え、全体のバランスを最適にする必要があります。アジアの新興市場に目を向けると、都市化が年ごとに 50% 以上のペースで進進しており、オフィスや物流施設への需要が激増しています。特に、ネット放送の拡大で、倉庫の需要が爆発に伸びています。こうした地域では、現地のパートナーと共同で事業を起こすことで、法律や文化の壁を乗り越えやすくなります。海外投資では、誰がどうやって所有するかという形によって、税金の扱いが大規模に変わります。例えばシンガポールでは、信託という仕組みを使うことで、配金への課税を避けながら資産を守ることができます。日本でも、海外で払った税金を国内の税金から差し引く制度があり、二重に税金を払わなくても済むようになっています。では、どのようにして投資の組み合わせを最適にするのでしょうか。まず、住宅や物流施設など、それぞれの資産が持つリスクや金利への反応を、物価上昇への強さを数式にして、全体の期待リターンを計算します。これにより、例えば住宅と物流施設を組み合わせれば、金利が上がった局面でも安定した収入を維持することができることがわかります。また、最悪の事態を想定したストレステストも欠かせません。過去のバブル崩壊やリーマンショックのデータを使い、資産価値が3割下がったときに、返済能力がどうなるかをシミュレーションします。その結果、自分のお金を4割以上確保することで、局的な暴落が来ても破壊を避けられることが確認されました。さらに、3ヶ月ごとに市場や金利の動機を確認し、持ち範を微調整する戦略を取ります。金利が上がりそうなときは、固定金利のローンの割合を減らし、代わりに短期な金利の影響を受けにくいリートへの投資を増やすことで、全体の金利リスクを抑えます。最新のテクノロジーによる効率化もみの消すことができません。デジタルツインという技術を使い、建物の3次元モデルとセンサーを連動させれば、設備の状態や電気の使用量をリアルタイムで把握できます。異常があれば自動で警告が出るため、
免疫が一貫で1割削減できたという報告もあります。また、ブロックチェーンを使って所有権を記録すれば、登記の手続きが早くなり、偽も防減できます。都市部の小さなマンションで試験に導入したところ、取引にかかる時間がこれまでの半分に転嫁されました。さらに、事務作業の自動化である RPA の導入も進んでいます。家賃の回収や契約の更新、税金の申告といった決まった作業を自動化することで、ミスを減らし、コストを約2割減少しています。特に多くの物件を持つファンドでは、この導入によって利益率が目に見えて講じました。最後に、これからの展望と投資家へのメッセージです。不動産投資とは、場所の価値、お金の仕組み、法律、技術、そして環境リスクという、多くの要素が複雑に絡み合う世界です。これらをまとめて捉えることで、激しい市場の変化の中でも、長く利益を出し続けることができます。成功の鍵は、次の3つの柱にあります。1つ目は、データに基づいた意思決定です。膨大なデータとマシンラーニングを使い、需要の予測やリスクのシミュレーションを精密に行うことで、買うタイミングと物件選びの精度を高めます。2つ目は、持続可能性と社会の価値の創造です。環境に配慮した建物や、地域社会に貢献するプロジェクトは、長い目で見たときに資産価値を高め、投資家からの評価にもつながります。3つ目は、自由な資金調達とリスク対策です。金利スワップやグリーンボンドなど、多様な金融商品を組み合わせ、コストとリスクを最小限に抑えます。投資とは、知識を持って行動することです。ここで触れた理論と実務を日時の判断に生かし、学び続ける姿こそが何より重要です。皆さんがこれらの視点を使い、安定した収入と持続な成長を実現されることを願っています。次回は、実際の投資案ケースを例に、具体的な数値モデルをどう作るかを解説します。ぜひ楽しみにしていてください。さて、次回のシミュレーション演習に先立ち、実務で直面する課題と解決策の全体像をお伝えします。まず物件を選ぶ段階では、立地の評価と需要分析の組み合わせた、一地の価値倍指数を作ります。これは、中心地へのアクセス、人口の増え方、産業の集まり具合、インフラの整備状況という4つの軸で、物件を点数化するものです。例えば、東南アジアの新しい都市で物流施設を考えるなら、鉱山に近いか、高速道路が使いやすいかという点が好点になり、優先の場所だと、HANDAN できます。次に、お金の計画を立てる段階では、自分のお金の割合や金利への反応、返済のタイミングを確信した資金流動シナリオ表を作成します。ここでは、金利の状態を低、中、高の3段階に分け、それぞれの場合に借金返済能力があるかを計算します。特に金利が上がる局面では、固定金利の割合を調整し、変動金利やリートへの切り替えを検討して、リスクを最低にします。さらにリスク管理のためには、過去に10年のサイクルを振り返り、バブル崩壊期や回復期のパターンを出力したサイクルリスク指標を導入します。価格の下がり率、空室率の上昇、家賃率の減少という3つの要素を組み合わせてスコアを出し、このスコアが一定ラインを超えると、自動に守りの姿勢に切り替えます。具体的な数値モデル手順としては、次の6つのステップをお勧めします。第1段階は、データの収集と整理です。公式統計や企業のデータ、センサー情報をまとめ、間違いや抜け漏れを直します。特に家賃のデータは、季節による変動を取り除き、長期な変動と短期な狭間を分けて考えます。第2段階は、需要予測モデルの構築です。時間の経過とマシンラーニングを組み合わせ、1年以内の短期と5年先の中長期に分けて予測します。人口職や企業の変更、ネット通販の割合、交通網の計画などを変数として組み込みます。第3段階は、収益性の評価です。純営業益利、NOI をベースに、資本数と資本数を同意で、
いつ投資を回収できるか、リスクに見合わせた利益を検索します。ここで大事なのは、税金を引く前と引いた後の現金を分かち、税金の影響を正確に表現することです。第4段階はシナリオ回線と感度テストです。金利が上がったり、為替が変動したり、政策が緩くなったり強化されたりする場合を想定します。それぞれの状況で、お金の流れや借金の返済能力をシミュレーションします。感度テストでは、主要数値をプラスマイナス 10% ずつ変化させ、結果がどれだけ安定しているかを確認します。第5段階はポートフォリオ最適化です。住宅、物流施設、商業オフィス、リート投資の4つのカテゴリーを対象に、リスクとリターンのバランスを考えた資産分割を決めます。ここでは、数学的なモデルを使って、最も効率な分割を探します。例えば、総合係数という指示数を使って、リスクを分散させる方法を検討します。第6段階は実行とモニタリングです。最適化された結果を実際の投資契約に反映させます。そして、定期にパフォーマンスをレビューします。リアルタイムで集める活用率データや財務指数をダッシュボードに表示し、異常があれば自動で通知が来る仕組みを作ります。これらのプロセスを踏むことで、投資家は感情に左右されず、客的な判断を下すことができます。例えば、東京郊外の再開プロジェクトを考えてみましょう。駅前再開区長区に、住宅と商業が混ざったビルを建設する計画です。まず、市場価値を評価します。駅まで徒歩歩き後、5分1という立地が高い評価を得て、中心地へのアクセスが良いことがわかります。次に、需要予測です。周辺の人口は高齢化が進んでいますが、若い単身生還が増えるので、コンパクトな住宅の需要が高まると予測されます。財務シミュレーションでは、自己資本を 35%、残りを長期固定金利ローンで賄う場合、金利上がりのリスクを下げつつ、内収率を 12% 以上確保することができるとわかります。また、市場のサイクル、リスクを評価すると、現在は上がり局面の初期段であることが評価できます。そのため、リスクヘッジとして一定リート投資を組み込むことが推奨されます。戦略的な手法と現実の感覚を融合させたシミュレーションは、投資判断の精度を高めます。次回以降では、具体的な数値モデルや Excel、Python を使った実装例を詳しく解説します。読者の皆さんが自分のパソコンでシミュレーションを実行できるように支援します。また、環境に配慮した建築の評価指数として、エネルギー使用を削減する効果やグリーン認証を取得することによる家賃上昇のシナリオも提示します。これにより、持続可能性と収益性を両立させることができます。この説では、市場価値評価の理論内現と現代な応用について説明します。重戦期滅後に提唱されたフォン・中年の農業輪郭モデルは、中心市街地からの距離と土地用利の階層化を数式化した先眼的理論です。これは、都市部の不動産価値分布を理解する基礎となります。続いて、クリスタラーの中心地理論です。これは、都市内部におけるサービス拠点の等間隔範囲を全角で前提し、ハブ空間の形成メカニズムを説明します。これらの古典的な概念は、現代の GIS 解析やビッグデータを使ったロケーション、スコアリング手法に組み込まれています。具体的な投資対象の利築優位度を定数化する土台となっています。次に、住宅市場における世代効果の影響を検証します。日本全体で出産率が低下し、高齢化が進む中、若い男身生還の比率は増加しています。特に、東京圏の郊外沿局では、コンパクト式化が進んでいます。1LDK から 2LDK への需要シフトが目白です。過去10年間の家賃伸長率と空室率の総合換算により、家賃伸長率が高くなることが確認されています。投資家は、こうした人口構造の変化を踏まえて、ユニットミックス比率を調整し、リスク分散を図ることが求められます。金融面では、モーゲージ、ストラクチャーの多様化が重要です。例えば、ローン等
バリュー比率を 65% に抑えることで、拡張局面における自己資本保全効果が期待できます。一方、レッド、等、インカム指標を 30% 以下に設定すれば、借入還分単を簡単にし、金利上がりリスクへの耐性が向上します。また、変動金利が例えば固定金利と固定金利を組み合わせたハイブリッド、ファイナンスを採用すれば、金利スプレッドの変動に対するポートフォリオ全体の感度を低減できます。近年中目的なサステナビリティ要素として、エネルギー効率向上とグリーン認証取得が家賃率を生むケースが増えるしています。リーンドやキャスビーといった認証制度は、建物の省平性能力を確認します。これにより、テナントからの家賃上昇要求を正量化できます。実際例として、大阪湾寄宿地区の再開プロジェクトでは、ゼロエネルギービルの導入により、電気使用品を5右辺に 5% 上げ、同期費を 3% 減少しました。リートを活用したリスクヘッジ手法も有効です。リートは流動性が高く、分散投資効果をすぐにポートフォリオに組み込むことができるため、市場変動危機の防御策として機能します。特に、物流子リートと住宅リートの比率を均等させることで、景気循環に伴うセクター間リスクの総合が可能です。過去に10年間のサイクル、リスク指標の数字を見ると、バブル崩壊期においては物流子リートのリターンが相的に安定していたことが確認されています。最後に、テクノロジー活用による意思決定支援ツールの展開について別名します。AI ベースの予測モデルは、過去の電力データとリアルタイムの経済指数値を統合し、価格変動の確率分布を確認します。さらに、ブロックチェーン技術を用いたスマートコントラクトは、賃貸系や資金移動の自動執行を実現します。これにより、取引コストの代は場適策と透明性がもたらされます。これら選択技術を組み合わせたプラットフォームを構築すれば、投資家は瞬間にリスクシミュレーションを和し、最適な資本は異分をリアルタイムで修正できるようになります。以上の多層アプローチを体系化すれば、場所と価値の相関関係を深刻に理解し、金融構造と市場サイクルを統合に管理することが可能です。